建築っていうのは、いろんな場面があるんだと。ものが立ち上がっていくプロセス、それと反対に壊されていく過程も興味深い。写真というのは紙の上の背景があると。紙の上に背景のような像があるんじゃないかと。解体中の現場を見ると、なんか全てがですね、あからさまになっていると。ものの本質が見えるというような気がするんですね。宮本さん、1970年代の半ばからフリーランスの写真家として活動を始められたというで、一躍注目を集めるシリーズとして「建築の目次録」という作品があります。私は70年代の半ばぐらいからですね、建築雑誌の編集部に出入りしていて、僕はもともと美術大学でグラフィックデザインを勉強したんですけれども、現代アートあるいは写真も好きで、自分なりにいろんなことをやってたんですね。でいろいろな現場をスナップで撮っていたりということで、編集者よりもなんか写真の方が向いているというか、本当は自分は写真をやりたいんじゃないかということで、その時たまたま中野刑務所という解体現場に出会ったわけです。朝日グラフという雑誌がありまして、その取材で入ったのがきっかけなんですね。こういう赤レンガのすごい建築を壊してしまうのはなんともったいないということでずっと通ったんですね。でこれを撮っている間にですね、はっと気がついたんですね。そういえば東京に大きないろんな建築あちこちで壊してると。ですからこういうところに潜り込んで、それで撮影していたわけです。でちょうどその頃が80年代のバブルの頃で、都市の再開発の真っ盛りだったわけですね。昭和初期に建てられたコンクリートの建築がちょっと時代遅れになって高層ビルに変えようという時期だったんですね。建築雑誌って基本的に出来上がって完成した写真しか載せないんですね。言ってみればお見合い写真みたいなもんですね。一番きれいな状態をお見せするという写真が主なわけです。で、ところが建築のですね、たまたま中野刑務所の解体現場を見た時に、建築っていうのはいろんな場面があるんだと。建設中の現場っていうのもこれも面白いですね。ものが立ち上がっていくプロセス、ちょうどそれと反対に壊されていく過程もこれも非常に面白いというか興味深い。完成されたあるいは使われている状況だけが建築ではないんじゃないかということにそこに気が付いたわけです。で、これは筑波の科学博覧会のパビリオンの解体の映像ですけれども、この時は博覧会の会期中は行かずにですね、解体が始まるのを待って撮影した写真です。もっともこういう写真を撮る物好きな写真家は全くいなくて、写真家僕一人でした。これは仮設の建物でいずれ壊されるという想定のもとに作ったものなんで、軽いというかね、なんかその意味が全く付着しないっていうかね、なんかそういう感じはしましたね。建物だけではなく、その背景というか地になっているもうちょっと広いものっていうことがこの一連のお仕事には、バックグラウンドとしてやっぱりあるのではないだろうかと。解体現場っていうのは街中でほとんど見ることができませんね。塀なんかで囲われてですね、見えなくなってますね。で知らないうちに消えちゃう、人の生と死が見えないというようなことと同じように、建築のですね、その生き死にが全然見えないというそういうことでもあると思うんですね。で、その解体現場の中に内側に入ると隠されているものが見えると。特に東京は
全てがこう経済効率のもとにあらゆる場所が効率よく使われてますから、廃墟のようなほったらかしの空間っていうのは無駄なわけですね。だからできるだけそういうのは短時間のうちになくすということが、特に日本の大都市のありようだと思うんですよね。特に東京はそうだと思うんです。だからなかなか見えない。だからそういう無意識の部分も気が付かないということだと思うんですね。香港のスラム街がいずれ近いうちに解体されるということで、取材に行かれたのがこの。これもね無意識なわけですね。中国人のそれこそ集合的無意識の塊のようなものだと思うんです。これ香港の巨大スラムですね。これ 2.8 ヘクタールぐらいのところに4万人ぐらいの人が住んでて、10階建てから15階建てぐらいのビルがぎっちり密集してるわけです。九龍城塞っていうのは無法地帯っていうか、イギリスのですね警察がこう入れないというそういう特殊な場所だったんですね。で難民やその他いろんな人が入り込んで町にしちゃったわけです。でこれは通路なんですけども、排水のパイプとかあと電線とかでいろいろなものがこう内臓のようにねこうむき出しになってずっと天井を張ってるんですね。でこの道もですねくねくねずっとつながっていて、本当に迷路ですね。ただねここはいろんな意味で非常に面白いところで、こういう細い道でもちゃんと街路の名前がついてるんですね。小さいけれども都市なんですね。で巨大スラムといっても、子供もお年寄りも住んでいて、ごくごく普通の人が大半ですね。でそれがいよいよ、複雑なプロセスを経て解体されるところまでを見届けられるわけですが、今スラムの、コンクリの塊は全部撤去されて、今はきれいな中国式の庭園になってます。でこれそのまんま残しておけば多分間違いなく負の世界遺産だと思います。僕はいつも言ってるんですけどね、これ間違いなく世界遺産だと、もったいない話だと今でも残念だと思ってます。これは有名なベルリン大劇場というハンス・ペレツヒという人が設計した有名建築だったんですけどね、ベルリンに最初に行った時85年ですからまだ壁があった頃です。東側にあった建物で偶然に撮影した写真です。ドイツ表現派といってですね、建築の歴史の教科書に必ず出てくる名建築です。それ壊しちゃったんですね。本当にもったいないことで。今この同じ場所に劇場がやっぱりありますけれども、どうしようもない建築が今建ってますね。でこれが最近の写真です。これも旧東側です。プロシア帝国の王宮があった場所で第二次大戦で爆撃を受けてですねほとんど廃墟になってたわけです。で東ドイツ政府がですねモダンなですね国会議事堂と劇場を合わせたような巨大建築を作ったんですね。でそれが東西統一された後ですね廃墟になっちゃったわけです。で去年から解体が始まってまだ壊してるんじゃないんですかね。これかなり重くてですね、これをいっぺんに壊しちゃうと隣にある教会がなんか浮いちゃうっていうんですね。その地盤が悪くてかなり重たい建築なんでね、いっぺんに取り払うと周りに影響が出るということでね少しずつ壊してるみたいです。で2004年に僕は壊される寸前ですけれども、こういうふうに中からですねガラス越しに、かなり汚れてるガラスですけれども、ベルリンの本当に中心ですから周りにいろいろな隣の教会とそれから向こうに美術館が見えますけれども、そういうふうなものが遠くに見えると、この汚れたガラス越しに見えるというのを、いろいろ撮りました。ピンホールのシリーズ、これは割と最近の発表だと思うんですけれども、これは去年から今年にかけて瀬戸内海の直島というところで展示したものです。実は箱をですねこう展開したものなんです。これをこう内側へ折りたためば箱になりますね。箱
の内側に印画紙を貼って中心のところにピンホールを針穴を開けて、そうするとそこから外の世界が箱の内側に映り込むと。でこの下の方にですね、黒い変なものが見えますが、これです。でこれは私のシルエット、横に寝てるんです。これ要するに箱の中にですね、私が閉じこもってこう印画紙を貼る役目なんです。で撮影中はこうやって縮こまって寝てるわけです。でそれがこうシルエットとして映っちゃってるという、そういう作品です。でアルミに開けた1ミリの穴でですね、外の風景がこういうふうに映るんですね。でこれ全部景色が逆さまに映った、その逆さまの形で展示もされているという。逆さまで、しかも裏返しなんですね。これはあれなんですよ、人間の目の中も同じように映ってるはずです。外の映像がこの眼球の網膜にですね、逆さまで裏返しに映ってる、投影されてるはずです。それを人間の場合は脳で理解して補正してるわけですけれども、でこの私のピンホール写真の場合はそのまんま展示しているということです。で、いよいよ神戸1995というシリーズについて話を進めていきたいと思うんですけれども、私この神戸の写真を撮ったのはですね、震災後1週間ぐらい経ってからです。起きた時もちろんテレビで見ました。でこれ大変だということで、とにかく現場を見るだけでもと思って1週間後に僕一人でですね、大阪から船に乗って、その日は日帰りでした。で、僕はいつも使っているシノノのカメラを一人で担いで、三宮の周辺をうろうろして、でこれはですね、もうちゃんとしっかりフィルムをたくさん持って準備をしていかなきゃいけないということで、4週間後にもう一回今度は車で行きました。であとは1週間ぐらい歩いて、あるいは自転車でですね、一人ポツポツと行って撮ったというのがこの神戸の写真です。報道の写真家たち、カメラマンはヘリで入ったり、それこそ壊れ方の激しいところをどんどん報道していたはずです。ですから私が撮ったこの神戸のこういう光景はですね、私が歩ける範囲で歩いてごく普通に見られる光景を撮っただけなんです。ですから今見るとものすごい光景に見えますけれども、その当時その通路を歩いていけば見える光景だったんですね。でベネチアで建築展っていうのがあるんですね。コミッショナーは建築家の磯崎新ですね。その前年に日本で大きな地震があったということで、これをテーマにしようというふうに磯崎さん考えたんですね。で指名されたのは私と、それから建築家があと2人、石山治という、それからもう一人宮本勝明さんが、彼自身も尼崎で震災の被害に遭って家が全壊したという。で神戸から実際にですね、瓦礫を30トン近くコンテナで運んできてですね、それでここに積み上げたんですね。それと私の写真を大きく伸ばして、高さが5メーターぐらいあります。延べの長さでいうと100メーター近くあるんですけれども、壁を埋め尽くしたんです。決してその震災の再現ということではありません。ただここであえてやったものです。震災の亀裂と題されたこの日本館の展示は最高賞金獅子賞を得たと。ただね、賛成反対が真っ二つになってですね、かなり大変だったみたいです。もう反対派はですね、この建築展であるにもかかわらず何にも建築してないってわけです。何も作ってないってわけです。要するに壊れたものをただ並べただけだ。一方これはいいという人はね、21世紀前夜の人類の苦悩を表現したというのが受賞の理由です。これまで時代の流れの中で人間がある意思を持って解体をすると。でその現場を宮本さんがそこに立ち会って作品としてイメージを捉えてきた。ところがこの神戸の震災というのは巨大なその廃墟が圧倒的なスケールというか、をもって現実に出現してしまった。私が今まで発表した写真作品ではこういう事件というようなものは他にありません。廃墟のようなものといってもですね、別に大事件が起きたり
戦争が起きている場面を撮ったわけではありません。唯一ですねこの神戸の写真が事件その現場を撮った作品です。やっぱりなんかちょっと後ろめたい感じがあります。表現だなんてとても言えないというような感覚がいつもあります。一体何なのかなってその時からずっと今でも考えているんです。これは、僕なりに一言で考えて言うとですね死要するに死者がはっきりいるからですね、7,000人近い方々が亡くなってるわけですね。要するにはっきりとこの、廃墟あるいはこの瓦礫の後ろには死者がいるわけです。で死っていうのはいくら言葉を発してもこれ虚しいというかはっきり言葉でその語れないということがありますね。それから生き物がこう熱をなくししかも動かなくなってですね物質になっていくんですね。しかも最後は硬い骨のになっちゃうわけですね。というそういうはっきりとした死を前にするとですね非常に後ろめたくなってですねなかなか作品だなんて言えない、ということがいつもこの神戸のこの写真の背後にあってですね言葉を語りにくくさせている元のところではないかなというふうに思っているんです。解体される建築って大体年月が経っていろいろな人の思いが入ってる建築が多いですね。ある目的のために建築って作られるわけです。で解体される時っていうのはそういうのが全部なくなっちゃうわけですね。石とか木材とかというそういう物質だけになっちゃうわけです。なんか全てがですねあからさまになってると、要するに裸の現実の生な姿が見えると、あるいは物の本質が見えると、一旦世界がチャラになったっていう気がするわけです。そうするとですねあらゆる意味人間が計画し作り上げた意味が判断停止というか全部真っさらになっちゃうわけです。でそういうものが全部チャラになるということが具体的に見えるというのがね、私にとっては非常に大きくありますね。で目的も意味もなくなった場所空間っていうのは少なくなりましたね。要するに原っぱとか何もないほったらかしの場所っていうのが少なくなりましたね。それは場所だけじゃなくて意識の中でもそうじゃないでしょうか。これは朝から晩までテレビ漬けの毎日、インターネット漬け、ネット漬け、携帯電話漬けの毎日からそういうふうに目的も意味もない空間時間っていうのがね、今の私たち随分減ってるような気がするんですね。でこういう解体の場所にはそういうのがあるという気がします。